皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、在韓米軍の縮小撤退についてです。米韓の間では、在韓米軍の駐留費用負担について交渉が進んでいます。しかし、先日行われた交渉の会議においては、7時間予定されていたところが、80分でアメリカ側が退出しました。なぜ交渉が決裂したかといえば、ムン・ジェイン政権側としては、費用負担の増加は受け入れられないと拒絶の反応を示しているからです。今回交渉を担当していたアメリカ側の代表は、これで交渉が全て終わったわけではないと話しています。そして一言付け加えています。環境が変わり、相手国側が新しい提案を飲むようになるだろうと、いわば予言めいたことを言っています。米韓の間で何かが起こることを意味していました。その何かというのはもちろんアメリカ側から圧力が加わるということです。そして今回その圧力が一体どのようなものであるのか、その実例が示されています。米国の報道機関朝鮮日報が在韓米軍の縮小、その具体例について報道を行っています。在韓米軍撤退縮小について一体どのような内容が伝えられているのか見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。アメリカ在韓米軍の一部撤収を検討。韓米防衛費分担金特別協定に向けた交渉で、アメリカはこれまでの5倍に相当する防衛費負担を米国に求めているが、これに米国が応じない場合に備え、トランプ政権は在韓米軍の一個旅団を撤収する方向で検討を行っていることが19日までに分かった。アメリカは従来の5倍となる50億ドル、約5400億円の分担金を米国に要求しており、これに米国は強く反発している。交渉についてよく知るワシントンのある外交筋は19日、米国との交渉がトランプ大統領の思惑通り進まない場合、一個旅団の撤収を準備していると聞いたと述べた。しかし、アメリカが撤収を検討する旅団の任務やその規模についてはまだわからないようだ。米軍の一個旅団とは3000から4000人に相当し、この程度の削減であれば、アメリカ議会が2019年に国防主権法で定めた最低限の規模にも抵触しない。アメリカ議会は2019年度の国防主権法などを通じ、現在およそ28,500人の在韓米軍を22,000人以下に削減することを禁じている。しかし、これは逆に言えば、現在の在韓米軍から最大で6,500人を削減できるという意味にもなる。実際に削減するとしたら一体どのような旅団が考えられているのか、その内容についても見ていきましょう。在韓米軍第一戦闘旅団4,500人が撤収の可能性。有事に地上戦に投入される連合師団の主力部隊。アメリカのトランプ政権が在韓米軍一個旅団の撤収、あるいは削減を強行する場合、第二師団所属の第一戦闘旅団がその最も有力な候補になりそうだ。第一戦闘旅団は在韓米軍における唯一の歩兵部隊であると同時に主力部隊だ。9ヶ月ごとにアメリカ本土から一個機構旅団が巡回配置されている。現時点での第一戦闘旅団の任務はアメリカ陸軍第一騎兵師団の第三機構旅団が担当しており、現在駐留する部隊は今年6月に米国にやってきた。この部隊が削減される可能性が指摘されたのは、9ヶ月ごとに交代する時期に次の部隊を派遣しないだけで比較的に簡単に削減できるからだ。今の第一騎兵師団第三機構旅団は来年3月頃にアメリカ本土に戻るが、その際次の部隊が米国に来なければ、在韓米軍のうちおよそ4,500人が自動的に削減される。この部隊は歩兵4,500人のほか、最新型戦車 M1A2SEP を50両以上、最新型歩兵戦闘装甲車 M2A3 を30両以上保有している。米国軍の機構旅団とともに、韓米連合師団を構成する中心部隊だ。この部隊が撤収する場合、在韓米軍第二師団は歩兵のいない騎警部隊となってしまう。韓半島有事の際、地上戦に直ちに投入される歩兵部隊がいなくなってしまうのだ。第二師団にはこの他に210火力旅団と第二戦闘航空旅団も所属している。第二戦闘航空旅団は AH-64 アパッチヘリの1個大隊24機や
UH-60、CH-47、輸送ヘリ数十機などで構成されている。アパッチ部隊は在韓米軍で唯一の攻撃用ヘリ大隊だ。有事に北朝鮮の特殊部隊が空気浮揚艇などを使って海上から侵入するのを阻止する任務を主に担当している。在韓米軍のアパッチ部隊はこれまで3個大隊の規模だったが、すでに2個大隊が段階的に撤収し、現在は1個大隊しか残っていない。アパッチ部隊が今後再び撤収すれば、在韓米軍の攻撃ヘリ部隊は韓半島から全くいなくなってしまう。朝鮮日報が在韓米軍の撤退について言及したため、ムン・ジェイン政権としては火消しを行っています。警告国防部、在韓米軍の韓半島持続駐留を再確認。警告国防部は21日、アメリカが在韓米軍の一個旅団撤収を検討するという一部の報道に関連し、アメリカは韓米定例安保協議で在韓米軍が持続的に駐留することを公約したと明らかにした。国防総省のジェチョン副報道官はこの日の定例記者会見で、在韓米軍縮小説が出ているが、国防部の立場はどうかという質問に対し、今日あるメディアで報道された内容はよく知っているが、アメリカ政府の公式立場ではないとし、エスパーアメリカ国防長官は今回の第51回 SCM で在韓米軍が韓半島に持続的に駐留するという公約を再確認したと答えた。副報道官は、韓米両国は韓半島及び北東アジアの平和安定のための在韓米軍の役割と重要性について確固たる共感を持っていると強調した。現在、在韓米軍の駐留費用負担についての交渉は中断しています。ムン・ジェイン大統領は自国の軍拡については積極的な予算をつけていますが、アメリカ軍に払うお金というのは出し渋っています。ムン・ジェイン大統領は日米が進めるインド太平洋戦略にも非協力的です。そしてアメリカが延長すべきだという話をしている日韓の間に結ばれている GSOMIA の延長問題。これに関してもムン・ジェイン大統領はアメリカの言うことを聞いてはいません。このようにムン・ジェイン大統領はアメリカの言うことを聞かない、そのような人物です。ですから今回、在韓米軍が撤退縮小するのであれば、このようなことが起きるのだというのが非常に細かく情報として出てきています。ただし朝鮮日報がこの記事を書いたその情報源が政府の高官の一体誰なのかというところは非常にぼやかされており、この記事の信憑性は必ずしも高いものではありません。しかしこの情報が持つ意味というのは実際に正しいかどうかではなく、ムン・ジェイン大統領に対する圧力だと考えれば非常に意味のあるものです。中身がどうこうではなく、このような情報が出て実際に在韓米軍の縮小撤退について非常に具体的に動き出している可能性がある。そう思わせるだけでも十分なのです。このような情報を流す効果というのは非常に大きいものがあります。なぜならば、たとえ交渉がうまくいってもいかなくても、アメリカ側にとっては自分たちの思い通りになる可能性が高いからです。例えば今回のように情報を詳しく出すことによって、ムン・ジェイン大統領が気が変わったとしましょう。それは在韓米軍の駐留費用負担についてトランプ大統領の言い分というものが 100% 通るということです。従来と比べて5倍にもなるこの費用負担、これを認めさせたとなれば、トランプ大統領としては国内の大統領選挙において自分の手柄として大いに宣伝できるでしょう。逆にトランプ大統領の言い分というものについて全くムン・ジェイン大統領が考慮せず、このまま交渉を決裂させたままにするのであれば、トランプ大統領としては実際に米軍の撤退や縮小といったものを実行するでしょう。この場合においてもトランプ大統領はアメリカの国内の大統領選挙においてこのように言うでしょう。多くの若者たちをアメリカの家に帰してあげることができたのだというようなことを言えるでしょう。そしてこれだけの多くの人たちをアメリカ本土に戻すことができれば費用も削減できます。その場合、対中国包囲網における兵力が削減されてしまったという面についてはおそらくは選挙の場では誰も言わないでしょう。もちろん反対勢力側はその点を指摘する可能性はありますが、大きな争点にはならないと思います。
そして在韓米軍の撤退縮小について具体的な話ができてきたわけですが、それを打ち消そうとする動きもできています。そして3つ目の記事においては、中央日報が在韓米軍はこのまま維持、駐留し続けるのだというような大統領府の話を流しています。実はこの話というのは別に矛盾した話ではありません。エスパーアメリカ国防長官が駐留はし続けますよといった言葉は実際その通りなのです。そのことについては朝鮮日報でも触れています。在韓米軍は国防主権法という法律によって全軍撤退はできないという法律の縛りがあることが書かれています。ですからエスパー長官はこの法律を守ることによって全軍撤退はしないが、しかし言っていない言葉として縮小や削減といったものは可能であるということを暗に示していると言えます。今後の展開としては、この費用負担についての交渉が完全に決裂して、実際に軍を引くというのが実施される可能性があります。一方で、ムン・ジェイン大統領が圧力に屈して費用負担を受け入れるという方向もあります。たとえどちらになったとしても、アメリカが進めているのは自分たちの費用負担を減らし、もしくは兵士たちの危険性を下げるという方向に向かっているのは間違いありません。ですから、今回の交渉というものを考えると、ムン・ジェイン大統領にとってはどちらの道を通ったとしても基本的には外交の敗北しか待ち受けていない状況です。このような米韓の間の交渉という問題で話は終わりません。この影響は当然のようにして日本にも及んできます。来年行われる日米の駐留費用負担についての交渉が大きな問題となります。おそらくトランプ大統領としては、ムン・ジェイン大統領に突きつけたとの同じようにして、駐留費用負担についてまず 100% を目指すというような額を請求するでしょう。ただ、日本の駐留費用負担というものは現在もかなり高額の状態で、その費用負担というものは世界の中で一番大きいと言われています。ですから、ここからどうやって増やしたとしても5倍といったような極端に大きな額になることはないでしょう。ですが、日本としてはトランプ大統領が増額を求めた時にこそ、本来であれば方針転換を図るべきです。米軍に払うお金を増やすのではなく、その増やす分があるぐらいであれば、日本自身の防備を固めるためにお金を使おうというふうに考えを改めるべき時が迫っているんだと私は思います。少なくともこの点に関して言えば、ムン・ジェイン大統領は非常に良いことを一つ言っています。それは国民との対話集会において、我が国は国防費というものについて言えば GDP 比 2.6% も払っている。それに比べると日本は 0.9% 程度に過ぎない。我々がこれだけのお金を使って日本の安全保障を肩代わりしている。まさに防波堤の役割をしているのだといったような非常に恩着せがましいことを言っていました。この発言を逆手にとって言うのであれば、我が国は自分の国は自分で守る。そのためにこれまで GDP0.9% であったが、お隣の国が 2.6% であれば我が国もそれに倣って 2% 台を目指して予算をつけようではないか。というような話をしても、ムン・ジェイン大統領、あなたが言ったんだから我が国はお金を増やしたんですよという具合にして、国防費を増やすことに対して批判していたムン・ジェイン大統領に対して機先を制することができるのではないでしょうか。少なくとも日本が国防費を上げると、すぐにお隣の国もそうですし、中国なども日本の軍国主義復活だというようなことを言うわけですが、安全保障のために必要な額ということを考えれば、現在の額が少なすぎるというのは事実です。トランプ大統領が日本よ、自分の身は自分で守ってくれというのであれば、安倍晋三首相はこう言い返すべきなのです。分かった。日本は日本で自分の身を守るようにする。そのための憲法改正もするし、予算についても増額していくよというふうに答えれば、これこそまさに日本の大きな転換点となるのです。単純にトランプ大統領が大きな額を要求してきたからどうしようと戸惑うのではなく、増額を求めてきた時に、ああ分かった。それでは金額についてはこのままでいいよ。そして米軍については縮小しても構わない。その分だけ日本の自衛隊を強化するよ。というふうにぜひとも返してほしいものです。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。
ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。動画を見終わったらぜひとも評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。